はい、ということでですね、前回に引き続き、説明しきれなかった、フレージングと、リズムについて、どうやったらこう、津軽感が出せるか、現代っぽくならずに、そのネイティブな感じを出せるかっていうのを説明していきたいと思います。はい、3つ目はね、フレージングです。フレージングは、スケールとリズム、それから構成を守ってれば、基本的に何でもありですよね、即興なんでね。なんで、どこまでがセーフでどっからがアウトかって、こう、明確に決めるのが難しいんですけど、だからちょっとこれ個人的な、やっぱ感覚的なアドバイスになっちゃうんですけどね。評価されるフレーズ、されないフレーズっていう回も、上げてるので、詳しくはそちら見ていただければいいんですけど、基本は、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、おしゃれじゃなくてダサくなんですよね。ダサいって言い方がね、ちょっと良くないと思うんですけど、でも、若い人はなんか多分感覚的に、なんかそのダサい方を選んだら結果的に多分津軽っぽくなると思うんで、あんま言葉は良くないんですけど、ちょっと感覚的に伝わればいいなと思います。で、洋風というよりは和風っていう感じ。ちょっと具体的に見ていきましょうか。まず、イントロはね、基本3種類だと思ってください。1個目は、新節っぽいやつ。もう3、4とかタンとかね、タントンタントンとかって入るやつ。で、これが1個目。で、2個目は、新旧節パターンから入るやつね。とかね。とかっていうやつ。結構最近流行ってるかなっていう。で、3つ目はタントトンパターン。この3の糸のカーンってこう空引きしてからトトンってこう2枚鉢で1の糸入るっていう、の、3種類が基本で、例えばじゃあこれ以外だとどういう津軽っぽくないフレーズになっちゃうかっていうと、とか、とかっていうフレーズもたまにあると思うんですけど、これはね、確実津軽っぽいなとはなんないですね。そう、これにしたがゆえに、その減点するっていう、審査員もいると思うので、この辺ちょっとやるんだったら、注意した方がいいかなと思います。で、二つ目は、序盤1の糸ガーいくじゃないですか。で、このね、動きをね、少なくした方がいいです。1の糸でフレーズ凝っても仕方ないんで、基本的にはもう、下がってって、また戻ってくれば、終わりって感じでいいんですけど、例えばじゃあ、これはもうすごい超シンプルって感じ。で、良くないパターンだと、あんまね、なんかその1の糸でこう、上がってって下がってまた上がってって下がってって、こう、ガク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 いってると、あんまり意味がないかなと思います。なんかやっぱ複雑なフレーズって3の糸とかでやればいいのであって、あんまり1の糸で、あと指1本しか使えないんで、薬指で。で基本的にうねってれば OK なんで、1の糸は。そこであんまりこう、フレーズ運びをこうどうこうしようって思っても、あんまなんか制限時間とかあると、タイムロスになっちゃうし、あんまりなんかいいことはないかなと思います。っていうのと、やっぱり、津軽っぽいって言われてる人は、この辺が結構シンプルにきっちり抑えられてる人が多いのかなと思いますね。で、あと、これね、次ね、すごくね、大事なところなんですけど、アクセントはもう必ず8分音符で。8分音符でっていうのは何かっていうと、ちょっと行儀悪いんですけど、わかりやすくちょっと、膝パコパコ叩きます。よいしょ。今から16分音符で両手でタコ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 って叩きますけど、アクセントは必ず右手の時に入れるってことですね。タコ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 。タンタンタラタラタン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 トゥルトゥクタンタンタン、全部右手ですね。で、これが津軽っぽくないフレーズ、左手に来ちゃうと津軽っぽくないんですけど、タン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 タカタトコトタカタトコトタカタカタカタトコト、この左手に大きな音、叩きが来たりとかっていうのはないんですよね。で、これちょっと実際フレーズでやってみると、必ず8分でアクセント入れるっていうのは、こういうこと。で、これが16分の裏っていうのかな、左手に来るアクセントだと、
カツトン、タカタトンとトンとトン。こういうなんか左手にアクセントが来るようなフレーズはもう漏れなくもう津軽っぽくないってなっちゃうので、使うときは、注意かなと思います。もう僕は絶対使わないですね。あと次は、3、4。これはね、16音符で使わない。このタウとかね。これすごい注意です。結構に使ってる人多いんですけど、これがあんま津軽っぽくないかなと思いますね。絶対に使っちゃいけないわけじゃないんですけど、僕もたまにふざけて一回ちょろっと使ったりはするんですけど、あんまメインフレーズでこういうのはね、結構やっぱ注意ですね。で、8分音符は使っていいんですよ。だから逆に使わないとフレーズ成り立たないんですけど、この3、4でもタンタンはいいけど、タウはダメみたいな感じですね。でこの16分音符での3、4っていうのちょっと注意ですね。で、あと次はね、ちょっと具体的じゃないんですけど、ド派手な必殺フレーズはね、連発しない方がいいですね。例えばなんかこう必殺フレーズってなんかこう、とかね。とか、なんかこう、おってなるフレーズってちょっと花形のフレーズはあると思うんですけど、この1箇所にちょろっと入ってるぐらいだったらいいんですけど、これをこう連発してなんか2小節ずっとやってるとか、それはね、ちょっとやっぱやりすぎて津軽っぽくないな、さりげなくないなっていう感じなんですよね。いい例をやると、1回ぐらいだったらこうすごいナチュラルな、全然流れは断ち切らないんですけど、やりすぎっていうのはどういうやつかっていうと、あんまうまくいかなかったけど、みたいな、ちょっと、それ2回もやるのみたいなとか、とかね、ダカ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 、もうちょっとしつこいよみたいな感じになっちゃうんで、こういうのもやるとしたら、すぐまたバチ付けに戻ってあげたりすると、あんまりこう違和感なく、今なんかちょっといいのやったな、ぐらいの印象でとどまるので、目安としては、派手なフレーズは1小節だけしか使わないとかね。っていう風にこう制約を設けると、もうちょっとこう流れっていうのがスムーズになるのかなと思います。あとは最後は、この2とね、2と3とか、12と13。この墨分けをしっかりやる。こう連続して、とかね。とかっていうのは、津軽ではね、やっぱないスケールなんで、13でいくか12でいくか、やっぱはっきり、した方がいいかなと思います。なんかその同じ曲の中で2と3が出てくるのはいいんですけど、一緒に使わないようにする。連続して使わないようにする。ここのフレーズは2を使うけど、後ので出てくるフレーズでは3を使うとかね。っていう風な、しっかりこう、墨分けはしっかりするといいかなと思います。っていうのが、フレージングの、津軽感と現代感の違いでした。はい。で、最後はね、リズムなんですけど、詳しくは、そのリズムとかテンポの、そのジョン柄の、リズムとかテンポの回が出てるので、そちら参照していただければいいんですけど、よくあるのが、ずっときっちり一定のテンポ。もうメトロノームにずっと正確な、演奏だったり、あとは、すごいこう、自己流で急に速くしちゃったり、急に遅くなったりとかっていう人がいるんですけど、これはね、どちらも、ネイティブな津軽感は出ないので、その練習の一環でメトロノームに合わせて練習しましょうっていうのは僕の方でもやらせるんですけど、それで実際本番出るわけではなくて、そのセクションっていうか、その流れに応じた適切なテンポっていうのはあると思うので、速くなるべきとこで遅くなっちゃったり、遅くならなきゃいけないとこで速くなっちゃったりとか、その程度がひどかったりとか合ってなかったりするとやっぱり、微妙な曲になっちゃうんですよね。で、またそのリズムに関しては、今のテンポの話でしたけど、リズムに関してもきっちり16分音符等間隔で弾くんじゃなくて、新節だったらそれでいいんですけど、新旧とかだとちょっとこう間を詰めたり、開けたりするところもあるので、だからその辺も、これはすごいやっぱりちょっと細かい話なんで、もう本当にこう、もうプロレベルっていう感じなんですけど、その辺も本当はちょっと違うので、よりこう昔のながらのこの感情を出したいって思ったら、譜面通りにただ弾くのではなく、このフレーズの時はここで弾き入ってる時はちょっと間を詰めた方がいいとかね、ここで救いが入ってる時もちょっと詰めた方がよくて、その前をちょっと開けるとかね、いろいろあるんですけど、詳しくはねまた、リズムとかテンポの回見てもらって、やるといいと思います。
ということで、今回はより、津軽感、ネイティブ感のある曲弾きですね。主に曲弾きを、弾くためには、どういったポイントがあるかということを、説明しました。これを押さえるとね、また現代の、また大会においてもですね、結構やっぱ評価がね、高いと思うので、ぜひ押さえていくと、いいんじゃないかなと思います。それでは。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでいるという方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊言モデルの津軽三味線アクリルバッジ、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。